神奈川県横須賀市の海沿いの市街地から山を越えた先にある谷間の町を今日は歩きます。蛍の里という山の奥ですが、住所で言うと西辺見の3丁目ですね。かなり田舎、谷のどん詰まりですが、京急線京急辺見駅からだいたい徒歩15分ぐらいでしょうかね。市街地の海沿いからも約1キロぐらいの場所にあります。左右には辺見の浄水所と塚山公園の高い丘に囲まれていますので、谷間の道を通ってこの辺りから今日は歩き始めようと思います。よいしょ。周りを高い丘に囲まれています西辺見の3丁目、蛍の里に向かう道をまずは歩いていきましょう。辺見駅からだいたい徒歩15分ぐらいだと思うんですけれども、この間見た別の YouTube スカリンと横須賀散歩だったかな、それだと徒歩20分って、言ってましたけど、まあだいたいそのぐらいですかね。15分20分ぐらいの場所にあります。それほど遠くないですね。右上の方にお墓が2つあります。かなり昔からの町だと思うので、ちょっと町の形が変わってますかね。で、正面に蛍の里はこちらという看板が出ていますね。この長い階段を登って、里に向かいましょう。横須賀市、明治期に人口がたくさん増えて、だと思うんですけれども、この辺りはそれより以前から集落があった場所だと思います。かなり谷の奥まった場所なので、この辺りはもう車でも入れないですね。徒歩でしか入ることのできないかなり古い町並みだと思います。延々と階段ですね。長い階段が続いていますが、周りは自然でいっぱいですね。右側はかなり高い壁になってますが、この右側、かなり急斜面登った先が塚山公園ですね。あと山中道とかが通っていたりもします。かなり高い丘が右手にあるので、時々急斜面のコンクリートですとか急な階段が右側にありますね。左手側は白い家にザ・ホタルと書いてありますが、何か看板かな、あれは。ホタルの里の看板かもしれないですね。山の方にはちらほらと藤の花が咲いています。今日は4月の20日なんですけれども、そろそろ藤の季節なのかもしれないですね。まだちょっと早いのかな。ゴールデンウィークぐらいになるともう少しお花が満開になるかもしれないですね。今、蛍の里まであと160メートルの看板が出ていました。直進して、向かいましょう。左手のお宅はちょっと傷んでますね。廃屋かな。かなり、左手側、空き地ですとか空き家が目立ちますかね。ここから少し先に行った田浦のアーティスト村という廃屋を活用した施設があるかと思いますが、この左手の上にある、辺見の浄水所、以前浄水所として使われていた建物も、今はアーティストですとか、あとは、e スポーツのチームに建物を提供したり、提供ってじゃないかな。家賃は取ってると思いますけどね、そういった活用をしているところが多いと思うので、この辺り一帯が空き家ですとか、そういった過疎化のかなり進んでいる場所であることは間違いないと思いますけどね。ただその分自然は豊かで、緑が綺麗ですね。右手側の階段は多分昔は上がっていくと塚山公園までつながってたと思うんですけど、多分今は途中で途切れているんじゃないのかな。結構そういう階段もいくつかありますね。で、左手の方には柵が設けられていますけど、柵は多分崖崩れ防止というよりは獣よけでしょうかね。イノシシとかそういうののために設けられているんじゃないのかなと思います。はい。で、左手側に小川が見えてきましたね。ホタルのマーク。こちらに、ホタルの里の説明が書いてありますね。ゴミを捨てないでくださいということで、
平成7年に、表彰されたというような記載がありましたけれども、こちら綺麗な小川が流れていて、ホタルが地元の方によって管理をされています。公園状になっていて、左手側、藤の棚が作られているんでしょうかね。ここ左手そうですし、左下の方にもありますね。まだそれほど花は満開という感じではないのかな。ちょっとずつまだ咲き始めという感じでしょうかね。結構虫がたくさん飛んでいるイメージありますね。なんかちらほらと。で、この辺りが谷の一番奥でしょうかね。谷の最深部だと思います。ここから細い道を伝って谷の上まで上がる山道があるので、ちょっとそこから先へ進んでいきましょう。ホタルの説明がありますね。ホタルは5月がさなぎ、6月に羽化すると書いてありますから、ゴールデンウィーク明け、6月頃にちょっと興味のある方来てみたら光ってるホタルが見えるのかもしれません。ここは綺麗に水が溜まっていますね。地元の方は亀というふうに呼んでましたけれども、上から流れてくる綺麗な水がここに溜まるんでしょうね。はい。で、さらに上の方に登っていきましょう。右手側には民家がいくつかありますね。かなり古い民家だと思います。築100年近く経っているんじゃないのかなという気がするんですが、詳細はわからないですけれども、かなり古い民家が谷の奥に2、3軒あったと思いますけどね。上の方のこの手前の杉の木かな。この木はだいぶ綺麗に整理をされて、幹にハンモックがかかってますね。地元の方使っているんでしょうね、多分。で、丸太の橋がかかっていますので、ここを渡って、さらに上へ行きましょう。花が綺麗だな、この辺は。地元の方が雑草のお手入れをされてますね。ちょっと画面が揺れます。すいません、ちょっと。はいはい。ちょっと地元の方がいらっしゃるので、軽くお話を伺おうかな。すいません、たびたび失礼します。右手側が塚山公園ですけれども、左手側の丘の上には地元の方が共同で使っている畑があるということですね。さっきの亀から橋を渡ると畑に入って、畑からも塚山公園に登っていけるよというふうに教えていただきましたが、この辺はすごいなんか地面が崩れていますかね。木の根っこがだいぶ上まで上がっています。滝という感じじゃないですけど、小川がかなり斜面を流れていますね。結構ここの辺は倒れた木が多いのかな。倒れた木の枝を伐採して、なんとか通れるようにしている感じがしますね。ちょっとずつこの辺りあれですかね、地表が動いて木が倒れたりしているんでしょうかね。左側少しくぼんだ川の跡かな。ちょっと、今多分水はそんなに流れてないと思うんですけれども、ちょっと小川のようになっていて、道全体がちょっと湿度が高い感じがしますね。足元シダ植物とかがたくさん生えています。細い道ですし、ちょっと湿度が高くてぬかるんでるので、普通のスニーカーとかだと難しいかもしれないですね、歩くの。登山靴とかの方がいいかもしれないです。滑りやすいので、来るときは気をつけてください。でもこの辺りは、下には丸太がたくさん置いてありますね。倒れた木をここに置いてるんでしょうかね。かなりたくさん木が集められています。いい天気ですね、今日は。さらに先へ進みましょう。ちょっと今日はカメラの調子が悪いですね。時々ちょっと画面が揺れるので、ちょっと
ご了承くださいという感じですが、この先行ったところにはロープが張られていますね。この辺りは、こっから先はちょっとさすがに入るの難しいので、このロープに沿って斜面を進んでいこうと思います。これは丸太が地面に埋めて階段になっているんでしょうかね。かなり静かな山の中なので、鳥の声もそうですけど、多分マイクだと拾わないと思うんですけどね。静かにしていると葉っぱの下でガサ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 って何か生き物が動いている音がしますね。多分虫とかいるのかな。だいぶ自然がいっぱいですね。落ち葉の道を歩きながら徐々に上に上がっていきますが、そういえばこの辺りでなんかおばあさんが迷って白骨で見つかったみたいな話をさっき別の地元の方がされていましたけどね。なんでそういう話を聞くとちょっと怖いなとも思ったりしますけど、とりあえず先へ進みましょう。上から結構ツタが垂れてますね。で、だいぶこれで、この坂の一番上まで上がってきましたかね。ここで左右に道が分かれていて、右手に進むと塚山公園の方に行きますが、今日はちょっと左手に行ってみましょう。森ですね。で、おそらくこの道は稜線上にずっと平らな道がしばらく続いていると思います。かなり山の奥ですが、道は分かりやすいですね。意外と雑草がそれほど生えることもなく、おそらく地元の方管理をされていると思うんですけれども、歩きやすいですね。以前に来た時もハイキングの方ですとか、ご夫婦で山を歩いている方とか何人かすれ違いましたから、多分お好きな方はよくこういったよく来られる場所なんじゃないでしょうかね。地図を見るとこの道多分谷の上ヘミの浄水場のあたりまで続いている道だと思うんですけど、ただ地図を見てもはっきり道が書いてあるわけでもないですし、そこまでたどり着いたこともないので検証はしてないんですけどね。地形上多分ヘミの浄水場あたりまで道は続いてると思うんですけどね。一回ヘミの浄水場側から上がってきたことがあるんですが、その時は途中で道が険しくなってちょっと断念してしまったんですけど、いつかちょっと検証してみたいものだなというふうに思いますね。緑のトンネルのようになっていますな、この辺り。これは軍手がありますね。はいはいはい。何かの儀式かなって思ったんですけど、あれですね。多分ここの軍手の目印を左に曲がると、こっちが畑だよっていう多分印なんじゃないのかなと思います。画面が揺れる。ちょっとここが多分さっきの方言ってた畑だと思うので降りてみましょうかね。結構な急斜面で周りかなり藪がすごいですけれども、足元も結構草生えてますが、その先は結構開けてますね。おっと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 。はいはい。かなり先へ進むと開けた感じがしてきました。茂みを抜けると向こうに、反対側の丘が見えますね。なかなかいい景色ですな、これは。
はいはい。あ、下の方に畑がありますね。おー、なかなかいい景色ですな。田舎の風景だなという感じがしますが、向こう側、鉄塔がある方は塚山公園がある丘の方ですね。おっと画面がまた揺れますが、ちょっとこの畑降りてみましょうか。地域の方が共同で使っている畑ということですね。この斜面一帯がおそらく皆さん共同で使っておられるんだと思います。バスタブとか亀とか置いてありますが、多分水を溜めているんでしょうね。で、農具もちらほらと置いてありますでしょうか。そして足元がかなり綺麗に整備をされていますね。多分土を固めて階段状にしているんですけれども、農作業の季節になると多分土を固めて、作業しやすいようにしているんでしょうね。かなりしっかりとした階段が土で作られています。壊さないようにちょっと慎重に進みますが、でもすごい大きいバスタブとかドラム缶とか置いてありますね。結構まだこの場所も高い場所にあるので、バスタブとかこの辺まで上げるの大変そうですけどね。で、上の方には鉄塔がありますし、いいですね。階段が緑の中を進んでいるのがなかなかいい景色ですね。畑結構広いですね。向こうの方までずっと続いていますね。段々畑になっています。ただ斜面がそれほど均一ではないので、かなり複雑な形状の段々畑ですね。道も左右に折れ曲がりながら下の方まで続いています。はい、なかなか綺麗な畑でしたが、こちらも何を作ってる？ネギとか作ってるんでしょうかね。なかなか綺麗な畑でしたけれども、ここから、この辺までですかね、畑のエリアは。ここから坂を下ると先ほどの下の民家の方まで下っていけると思うので、こちら、下っていこうと思います。ちょっとまた画面が揺れますね。はい、また緑のトンネルのようになってきましたが、こちらを下っていくと、下の方に枝の間から民家がちらっと見えますでしょうかね。谷の一番奥まった場所にあるスペースが民家が建てられています。先ほど通ってきた場所ですけれども、あの辺り、数軒の民家いずれも古そうなお宅でしたね。築100年ぐらい経っているんじゃないのかなという古い平屋のお宅が建てられていますけれども、坂を下って、先ほどの橋が見えてきましたね。また画面が揺れますが、渓流の水が溜まっていた亀の部分にかかっている橋が見えてきましたね。はい、この亀のところにはすごいたくさん植物が生えてますね。この葉っぱは雪の下だと思いますけど、僕が東京に住んでた時はよく山野草のお店で買って育ててたんですけど、この辺りは野草が自生してるんでしょうかね。なかなか植物が豊かで綺麗ですな。左手はツワブキかな。結構いろんな植物が植えられてるんでしょうかね。ホタルの里ということで、ある程度外から来る方も想定しているので、もしかしたら植物とか計画的に植えられているのかもしれないですけれども、なかなかそういった植物も綺麗な場所だなというふうに思います。右手側にはずっと細い小川が流れていて、そうですね、ホタルがよく見られるのは湿度の高い夕暮れ、時ということなので、高い湿度は比較的山野草の生育にもいい環境なんでしょうね。植物がよく育つんだと思います。
6月頃、ホタルの見頃だということですが、日没から30分ぐらい、湿度が高くて風のない日が特によく見えるということですので、6月ぐらいの日没が夜7時前後でしょうかね。ですから7時半ぐらいに来たら、風のない日にはもしかしたらホテルがたくさん見れるのかもしれません。ヘミの行政センターで、何匹、最近はどれぐらいホタルが出ているか問い合わせたら教えてくれるらしいので、その辺も活用していただくといいかもしれませんね。はい。ということで、ホタルの里を出て、ふもとの町を歩きながら出口に向かっております。ここから出口、ヘミの駅まで、徒歩15分ぐらい。JR の横須賀駅までは徒歩で、30分かかんないぐらいですかね。意外と近い場所ですので、先ほどの冒頭の廃屋が見えてきましたので、今日はこの辺りまでにしておこうと思います。ということで、今日は横須賀市の西辺見3丁目にあるホタルの里を歩いてみました。いかがだったでしょうか。なかなか自然の豊かな土地で、綺麗な場所でしたので、機会があればゴールデンウィークにでも行ってみられるといいんではないのかなと思います。では最後に斜面の畑を見ながら今回は終わりにしようと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。